皆さんこんにちは。ディレクターさんこんにちは。挨拶がもう3回目ですね。私たちは時間がなくて一度にまとめて撮っています。実はコラムを連載する前に2016年にボイチ .com があった頃から聞いていた言葉なんですが、こういう話を聞きました。その国はどんなことをしてもダメです。例えば、私がどの国で漫画事業をこのようにすればよいと思う、プラットフォームビジネスが起こればいいと思いますと言ったら、その国はダメだと思います。その国には政治的に表現の自由がありません。こういう方もいらっしゃったし、先生、本当に応援してくださってありがとうございます。しかし、私の国は貧しいのでダメです。またある方は、私の国は政府に問題があってできません。こういう理由でダメだという方々がいました。私がお話したように、皆さん、それは国を愛してそんな話をされるのです。特に自分の国についてそんな話をするのは、自分の国を愛する方法です。私の国が大事にして発展することを願うから、そういう話をされるんですよね。私はそれをよく知っています。何をおっしゃっているのかも存じております。それでも皆さんの国には漫画産業が発展する可能性があります。誕生できるし、発展できるし、強力なプラットフォームビジネスが生まれる可能性があります。あるいは世界のためのプラットフォームビジネスをあなたの国で始めることができます。できます。なので私が今回この話を3部にわたってしたいと思います。こんな話をしてくれるところはここしかないでしょう。なぜかこの日本の漫画界でそれを知っている人は私しかいないと思います。それがまさに外国派の必要性です。私が日本の漫画界で唯一の外国派です。韓国の漫画界の観点からも特別なケースだと思います。日本漫画の一番高いところに行って多彩に経験してみた。そして韓国の漫画界でも過去の韓国漫画をよく覚えている。私がそういう人です。それで3部にわたってこの話をします。一部のテーマはこれです。地球上の 90% の国は漫画界が誕生し、漫画産業が起こりうるということです。その決定的な最後の証拠は今日の映像の最後にお話します。私はその強力な証拠を知っています。日本の漫画界では私だけが知っています。言いますから最後まで見てください。まず私の主張をまとめるとこうなります。1人当たりの国民所得が3000ドル以上で、人口1500万人以上のすべての国で漫画産業が誕生する可能性がある。ただし条件があるんですが、デジタル漫画市場の時です。出版漫画は難しいです。でも未来はどうせデジタル漫画です。デジタル漫画市場の基準で申し上げた国民所得3000ドル以上、人口1500万人以上、この2つの条件を満たすと、十分に強力な漫画産業と漫画界が誕生することができます。そして1人当たりの国民所得が1万ドル以上に、人口500万人以上からはどの国でも可能です。これはデジタル漫画じゃなくて出版漫画が可能です。出版漫画ができるからデジタルは当然できるでしょう。すると人口が2億人ならどうですか。1人当たりの国民所得が1万ドルを突破したんですが、人口が2億人ならすごいでしょう。すごいです。もうすべての考えを変えてください。我が国はいろんな理由でダメです。いいえ、そうではありません。可能です。この主張が正しいということを実際の事例で証明してあげます。一度聞いてみてください。韓国漫画界はいつ誕生したのでしょうか。韓国漫画界初のビッグヒット作がいつ誕生したのか、皆さんご存知ですか。1952年です。韓国人なら誰でも知ってると思うけど、1952年だって。1952年はちょっと変だけどということになると思います。なぜか1952年は韓国戦争中だった期間だからです。韓国戦争中だったんですが、
その時最初のビッグヒット作が誕生したか、どうしたんだろう。ただ変ですよね。1952年に韓国の人口は戦争中に2100万人がいました。最初のヒット作が誕生した回帰は、驚いたことに韓国がプサンに集中していた時代でした。北朝鮮が韓国領土をほとんど占領して、韓国政府と韓国人が最後にプサンにみんな集まっていた時、ちょうどその時、プサンに住んでいたある高校の教師が日本のビッグヒット作を一つ持ってきて、プサンに避難してきた漫画家を一人紹介して、この漫画を違法にコピーして作りました。これが韓国初のヒット作です。これが最初のヒット作です。皆さんがその当時韓国より劣悪な国で暮らしたら、私に我が国はダメだとおっしゃったら私はよく分かりません。その程度の状況は証拠がなくて申し上げにくいですね。できると思いますが、よく分かりません。こう言うでしょう。1952年の韓国の状況よりはマシなら、私を信じてくださってもいいです。私は強力な証拠を持っています。その時、最初のヒット作が誕生し、漫画の力が証明されました。それで戦争が終わって、その高校の教師が最初に子供中心の子供向け雑誌を創刊します。それは韓国初の漫画雑誌ではありません。漫画が中心の雑誌は戦後に創刊します。そういうことが起こったんですが、今はデジタル漫画がありますが、はるかに簡単でしょう。韓国で純粋な漫画雑誌が誕生したのは1984年か1986年くらいです。しばらくして純粋漫画雑誌が誕生します。その間に韓国の漫画はたくさんいろいろありました。そして最初の韓国漫画週刊誌は1988年に誕生します。1988年、韓国初の漫画週刊誌が誕生した。1988年の韓国の国民所得は4400ドルでした。ブラジルの3分の1ぐらいですよね。ところがこの当時は出版漫画しかありませんでした。デジタルははるかに簡単です。出版、書店のインフラは必要ありません。スマートフォンさえあればいいです。韓国の漫画が最初のヒット作を出した時は、韓国戦争中に韓国のプサンというところに韓国政府と韓国人が集まっていて、韓国はもう消えると言っていたまさにその時でした。私が確信しているんですが、それがまさに漫画なのです。そんな状況でもできることが漫画だということで、まさにその時こそ漫画が必要な瞬間だ。そんな時が漫画の真の力が発揮される瞬間なのです。戦争の中でも漫画が作られたとはすごいです。さてそれでは、日本が強力な漫画界が作られた時期はいつか。1950年代ですよね。1950年代は世界大戦が終わってから10年も経っていない時です。その時、日本は元気に暮らしていたのでしょうか。絶対にそうではなかったでしょう。今、漫画界とコミックスが強力な市場を形成するほとんどの国は先進国です。なので皆さんが歴史の全体を見るんじゃなくて、今の状況を見て、日本と韓国は漫画界が強い、アメリカとフランスはコミックスが強い、みんな先進国で経済強国だからそうなんだよ。私の国はお金持ちではないからダメじゃないか。ノー、ノー。日本の漫画界が強力に誕生した時に、今まで続いてきた70年間のこのシステムが作られた時は1950年代、日本は貧しかったです。戦争が終わって間もない時に作られました。その時70年間続いてきたシステムが作られたのです。私が三権ロックを連載した少年画報社、その時どうやって誕生したかというと、戦争が終わった時、少年画報社の創立者の方が講談社にいました。ところで講談社の経営が難しくなって、その時退社させたんです。退社させながら退職金をあげました。退職金までくれる講談社、素晴らしいです。
その時もらった退職金で戦争直後に出版社を立ち上げました。それが少年画報社です。あの少年画報社で私は三剣ロックを連載しました。このような状況で漫画界が誕生するのであって、その状況こそ漫画が必要な瞬間です。漫画は他の総合芸術とは異なり、ものすごい長所を持っているからです。それはまさに鉛筆とカレンダー、あるいは新聞紙だけあっても誰でも漫画家になれるからです。私がそうやって漫画家になったじゃないですか。しかし韓国や日本のようになるには、戦争で崩れてもまず出版インフラは存在すべきでした。でもデジタルはそれも必要ありません。スマートフォンさえあればいいです。変に聞こえるかもしれませんが、スマートフォンもなくてもいいです。私が近いうちに証明します。Webtoon が韓国で誕生したのは2002年から2004年の間なんですけれども、公式的にこれが Webtoon ビジネスが誕生したのが2004年です。Webtoon の種が誕生したもの、まだそれが Webtoon だと誰も知らなかった時代、Webtoon ビジネスですと言ったのは2004年です。その時スマートフォンがありましたか？ありませんでした。しかもスマートフォンがなくてもデジタル漫画は誕生できる。私がそれをもう少し印象的な証明を準備しています。小さいけれど印象的でメッセージを込めて漫画の可能性に対する準備していますので、少々お待ちください。1984年から1986年の間、韓国に最初の漫画雑誌が誕生した時、韓国は軍事政権時代でした。軍人と政治家が大統領だった時代です。その時韓国は漫画産業が成長して、ついに最初の漫画雑誌も誕生し、続いて1988年には最初の漫画週刊誌も誕生しました。軍事政権から逃れようとして非常に混乱した時代でした。日本の漫画が大爆発して現代の漫画として本格的に成長した1970年代には、日本も政治的に大混乱の時期でした。政治的混乱は漫画を止めることはできません。私は強力な証拠を知っています。もう皆さんもご存知ですよね。怖がらないでください。十分にできます。1984年から1988年の韓国は今ほど自由ではありませんでした。その当時、韓国では5月5日の子どもの日に漫画本を燃やしていた時代でした。当時は漫画家が隠れていたそうです。私も本で読んで先輩たちに聞いた話です。私は経験をしていません。その時はただ絵だけを描いていたバカだったんです。世の中の動きは何も知らずに家の中で絵だけ描きました。それでも漫画は発展し続けます。ここで一つ抜けています。私が人口500万人がどうのこうのと言っていませんでしたか？日本も韓国も漫画が発展して誕生したことも知りました。では私が映像の序盤に申し上げた人口500万人は何か。さてここで登場するのは香港です。1980年代の香港は非常に強力な漫画産業がありました。そして立派な漫画が本当に多かったです。これらの素晴らしい漫画が当時香港映画の発展に非常に大きな影響を与えました。 IP を提供してくれました。私がその国の文化産業が発展するためには IP を提供する IP 供給源が必要だと申し上げました。漫画がその国の石油、半導体、米のようになるためにはコミックス産業が必要だと申し上げました。コミックス産業の中でも漫画産業が重要だと言いました。1980年代、香港映画が全盛期を迎えたのが漫画産業が強力に成長していたことと何の関係もないことでしょうか。漫画原作の香港映画がすごくたくさんあります。1988年の香港の人口は560万人です。当時香港の1人当たりの国民所得は1万ドルでした。人口1人当たりの国民所得が1万ドルを超える国はとても多いです。1
1人当たりの国民所得3000ドル以上の国もたくさんあります。人口が1500万人を超える国も多いです。皆さんの国の経済状況が悪くても可能です。ではこれから国が発展するには漫画が必要です。その国の経済がさらに発展するには漫画が必要だ。申し上げた韓国、日本、香港漫画の事例は全部出版漫画が基準です。デジタルははるかに簡単です。小さな条件でもできます。この話の3部でお話しますが、申し上げたこの条件、3億ドル以上1500万人以上、1万ドル以上500万人以上、近い将来、この条件さえ必要ないかもしれません。この内容は3部で詳しくお話します。国が政治的に不安定な場所でも漫画が誕生できるということを私がお話しました。もっと決定的なことを私が申し上げます。それはテギマンファです。さあ皆さん、世界のみんなはテギマンファというものを胸に解かなければなりません。私はいつもテギマンファを抱いて生きてきました。テギマンファが何かというと、韓国戦争が起きた1950年代の韓国に行きましょう。先ほど申し上げたように、1950年に北朝鮮軍が韓国をほとんど占領してプサンしかなかった時、プサンのある教師とプサンに避難してきた漫画家が協力して漫画を作ることにして、1952年に初めてヒット作を作りました。それでは1950年、韓国人がプサンに集まっていて、もう全てが終わったと思ったの頃、韓国が年くらい小さいな時、当時は漫画がなかったのでしょうか。ありました。ところが戦争で出版社が崩壊しました。印刷する紙もないじゃないですか。紙がないのですが、どうやって漫画を作ることができますか。コピー機というのもない時代です。飢え死にする心配をしなければならない時期です。それでも漫画があったのでしょうか。漫画が作られたのでしょうか。想像すらできません。しかし漫画が作られました。この話をしようとしたら涙が出そうです。どうやって漫画家たちはその時に漫画を作ったのか。紙もない、ペンもないし、インクもないし、流通網、書店は当然ありません。どうやって漫画を作ったかというと、ドラム缶を切った鉄板面に化学物質で漫画を描きました。そのように化学物質が鉄板を腐食させ、腐食した鉄板にインクを塗って紙をピチャピチャと塗ります。数十部取ると化学物質で鉄板が潰れます。潰れたらまた拭き取ってまたそこに化学物質で描きます。その作業を繰り返しながら描きます。こうして避難民に漫画を見せました。今証拠も残らず原本も存在しないこの漫画、当時プサンにいた漫画家たちが化学物質を取ってブリキ板に、そして印刷したその漫画をテギマンファと言います。私はそのテギマンファの末裔です。漫画家たちはその当時そうやって子供たちに勇気と希望を与えるために努力しました。その瞬間がまさに漫画が必要な瞬間であり、漫画が世界のために貢献する瞬間です。漫画を含めた芸術は皆さんを笑わせたりリラックスさせて、ある日楽しくしてくれて、それが全てではありません。それは漫画を含む芸術の真の力ではありません。皆さんが辛くて大変な時、皆さんが何かを乗り越えなければならない時、漫画を含む芸術は大きな力を発揮するのです。韓国の漫画の歴史は本当に劣悪な環境から始まりましたね。話を聞いたら胸が熱くなります。そうです。こんな状況でも漫画を作ったのが韓国の漫画です。芸術家であることを遡ると、中世時代の道化師が出てきます。道化師は普段王と貴族を笑わせます。しかし社会が危機に陥れば命を懸けてギャグをするんです。領主が間違った時、貴族が何か間違ったことをして人をいじめている時は、道化師は命を懸けて兵従の前でギャグをします。これがまさに芸術家というものです。
この方々がまさに私たちの先輩たちです。自分の国が問題が多くて直したいでしょう。こんな問題で漫画ができないわけではありません。そんな時こそ漫画が必要な瞬間です。一部の話はここまでです。二部の話はもっと面白いので期待してください。